3周年は新大御三家、もうすぐ3周年キャンペーン開設。ジャスパルと申します。毎年恒例7月1日の朝7時に3周年をお祝いする PV が公開されました。あまりにも良かったので、まずはこちらを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。さあ、見えないものを見ようとしている2人、結構ね、あったかそうな格好をしてますね。ってことで、新大御三家がぴょっこり登場してくれまして、今日のね、撤退観測はもう終わりになったんでしょうかね。あったかくしてお休みすると、ね、3匹のポケモンたちが遊びに来ております。で、ヒコザルは望遠鏡に興味津々、波打ち際にナエトル楽しそう。そしてポッチャマは大空を飛びたいのかなってことで、着地成功。ね、夜空に広がる銀河が映っておりますけれども、朝になって大きく伸びをすると、そこは湖畔ということで宍道湖なんでしょうかね。そこにいたのは七かまど博士のバッグモチーフですか、あれはね、ポッチャマ、ヒコザル、ナエトルたちが来てくれてましたね。ということで、ラピスラズリ湖畔がまたね、なんか盛況になったりするんでしょうかね。もうすぐ3周年キャンペーンも開催となっております。ということで、ポケットモンスターダイヤモンドパールで登場した新大地方のパートナーポケモンたち、ナエトル、ヒコザル、ポッチャマが登場することが確定しました。もう BGM も最高すぎましたよね。ほんといつもいいポケモンスリープのこういう PV の BGM。ということで、この動画ではイベント予告3周年記念フェスティバルを見ながら、新大御三家がどんなポケモンか紹介しつつ、ふんわり予想もしてみて、メインとなるのはもうすぐ3周年キャンペーンの方になりますね。こちらは詳細が発表されましたので解説していきたいと思います。ということで、まずはイベント予告3周年記念フェスティバル。いつもポケモンスリープをご利用いただき誠にありがとうございます。ポケモンスリープは7月20日月曜日でグローバルリリースから3周年を迎えます。これを記念して2026年7月13日4時から3周年記念フェスティバルを開催いたします。またこのイベントからナエトル、ヒコザル、ポッチャマたちが登場します。その他イベントの詳細については後日お知らせいたします。お楽しみにということで、こちらも毎年恒例なんですが、詳細は後日となっております。今年はどんなボーナスが来るんでしょうかね。続報を待ちましょう。また3周年フェスのキービジュアルも見てみたいと思います。ちょっとね、アンバーっぽいような、周りを崖に囲まれていそうな地形の場所で新大御三家たちがお祝いしたり寝たりしてますね。で、ドダイトスとゴーカザルは仲良く木陰でお休み中なんですが、エンペルトさんはこれは一体何をされてる方なのね、ちょっとなんならドダイトスとゴーカザルいいなみたいな表情に見えなくもないということで、結構ここ好きですね。あとはね、ポッタイ氏がケーキを美味しそうに見つめているのも結構ツボだなと思ってます。ちなみにケーキに添えられているこのお花、もしかしてお祝いフラワーだったりとかするんでしょうかね。まあそんなことない、ただのお花なんでしょうかね。まあそれと、あとは3周年のバルーンは銀河ムチェックっぽいデザインになっているのかなと思ったり、紫色のバルーンが置いてあったり、まあ紫色のバルーンといえばダイヤモンドパールの発電所の不安定がね、思い浮かぶかなと思います。昨年はね、黄色い星のバルーンだったりしたので、やっぱここは不安定意識なんじゃないかなとは思ってます。昨年はね、このバルーンもしやジラーチかと思われたんですが、まだ目覚める1000年目には早かったようですかね。あとはね、テント前のに引いてあるラグみたいなやつもめちゃめちゃ可愛くて、ポッチャマが座ってるなんか敷いてあるやつも可愛いですよね。このあたり何かしらの匂わせだったりとかするんでしょうかね。まあそんなわけで3周年では新大地方のパートナーポケモンたちが登場します。草タイプのナエトルは最終的には草地面タイプのドダイトスに、炎タイプのヒコザルは炎格闘タイプのゴーカザルに、水タイプのポッチャマは水鋼タイプのエンペルトにそれぞれ進化します。1周年2周年のパルデアとホーエンのパートナーポケモンたちは全員進化後のタイプにそれぞれ変更になりましたので、今年もそれにのっとるのであれば地面のドダイトス、格闘のゴーカザル、鋼のエンペルトになりそうですかね。地面格闘が昨年のラグラージバシャーモとごっつり被っていて、両者とも木の実のポケモンだったので、ドダイトスゴーカザルは木の実以外の2種類なんじゃないかと予想していますが、ヒコザル
キービジュアルでは思いっきり木の実集めてそうなんですよね。これ炎タイプのヒメリの実でしょうかね。こちらはどうなるでしょうか。またドダイトスはなんとなく食材っぽいイメージありませんかまああまりにも私のイメージなんですけど、豊穣な大地みたいな趣が感じますこのあたりは皆さんの予想もお聞かせいただけたらなと思います。一応地面タイプは現在スキルのサンドパン、食材のダグトリオ、木の実のガラガラ、木の実のラグラージ、食材のフライゴンとなかなかバランスは良くなってますね。一応スキルがちょっと足りないって感じでしょうか。草タイプはウトウトタイプなんですが、地面はぐっすりになりますね。まあぐっすりっていうか地面タイプだとして、ドダイトスはトープ洞窟にはちょっと出てこなさそうですよね。アップデート後かなり出現フィールドが絞られましたので、草の本拠地であるラピスになるのか、まあアンバーやゴールドも似合う気はするので、ちょっとこれも予想つきませんね。そして豪華ザルが格闘タイプだとして、格闘は現在木の実のオコリザル、木の実のバシャーモ、スキルのルカリオ、スキルのエルレイド、食材のキテルグマ、食材のウェーニバルと非常にバランスいいですね。というか毎年格闘御三家追加されてるんですね。炎はスヤスヤタイプなんですが、格闘はぐっすりタイプとなります。出現フィールドは格闘タイプなのであればラピスになってもおかしくなさそうなんですが、豪華ザルもね、もうちょっと野山を駆け巡っていてもおかしくなさそうなので、もうやっぱりちょっと予想つきませんね。いや本当に今年の周年フィールド選び大事そうですよね。どこまで出てきてくれるんでしょうか。そしておそらくエンペルトは鋼タイプになるんじゃないでしょうかね。ついに鋼木の実が増えたりしますでしょうか。鋼タイプは現在木の実の鋼エール、食材のクチート、食材のボスゴドラ、スキルのジバコイル、スキルのトゲデマルと粒揃いな感じですね。フレンドポイント5族でゲットできる木の実ポケモンはいないので、3周年でついにとなるでしょうか。期待したいと思います。で水タイプはぐっすりで、鋼タイプもぐっすりとなるので、ここはまあぐっすりタイプで狙いやすいエンペルトとなるかもしれませんね。まあみんなねぐっすりに変化しちゃうのでそうなるとね、やっぱり出現フィールドはバラバラになりそうな気がしますかね。で、鋼は全く関係ないんですけど、さすがにポッチャマは卯の花雪原に来るんじゃないかなとは思ってます。昨年も一昨日も卯の花、一昨年も卯の花雪原には誰も追加がなく、いよいよ寒い地域に生息できそうなペンギンモチーフの子が来てくれましたので、卯の花でポッチャマとパモさんをゲットしてゴールドへ行くなんていうルートが今後来るかもしれませんね。ただ思ったんですけど、水も鋼もぐっすりなので、卯の花の氷タイプのポケモンたちと睡眠タイプ被っちゃうんですよね。他にもピンプクなんかもベイビーポケモンであるがゆえにぐっすりタイプにいますし、卯の花ぐっすりが良くも悪くも強いフィールドということになるかもしれませんね。まあそんな感じで、一応ふんわりドダイトスは地面タイプで食材ポケモン、出現はゴールドとかが似合いますかねで豪華ザルは格闘タイプで木の実ポケモン、出現はアンバー渓谷とかで、エンペルトは鋼タイプで木の実のポケモン、出現は卯の花雪原みたいな感じで予想してみようかなと思います。ヒコザルとポッチャマが木の実のポケモンであれば、エンテイとスイ君のお手伝いブーストチームにまた1匹ずつメンバーが加入できるかもしれませんね。そんなわけでこちらはぜひ皆さんの予想もお待ちしております。なお PV について結構ね何度も見返して他に情報がなさそうか探してみたんですが、私ではヒントっぽいものすら見つけることができませんでしたので、ぜひ皆さんの天才的な発見もあれば教えていただけたらなと思います。昨年はねプラスルマイナン匂わせだったんじゃないかみたいなアイテムとかもあったんですよね。今年もさらに何かしらポケモンの追加来るでしょうか。概要欄コメント欄に PV の URL も載せておきますので、ぜひともチェックしてみてください。そんな3周年の PV とキービジュアルと信号御三家についてでした。さあそれではここからは今回の動画のメインとなりますもうすぐ3周年キャンペーンの解説やっていきたいと思います。なんともう来週から開催となりますので、今から大急ぎで準備進めてまいりましょう。それではキャンペーンもうすぐ3周年キャンペーン、もうすぐ3周年お祝いの季節がやってきました。
ポケモンスリープは7月20日月曜日でグローバルリリースから3周年を迎えます。このキャンペーンはそれを記念した特別な期間です。期間中はボーナススリープポイント ×150 を毎日プレゼントいたします。1週間で1050ポイントですね。また2周年記念フェスティバルで登場したキモリ、アチャモ、水五郎たちが再びピックアップされるほか、様々なボーナスが発生します。お楽しみに。開催期間7月6日月曜日からの1週間となっておりまして、もう来週となります。もっと言うと、このキャンペーンが終わるとそのまま準備の週なしで3周年フェスに突入しますので、食材の準備であるとか、もう今からしっかりと切り替えてやっておいた方がいいんじゃないかなと思います。なお今更ではあるんですが、今年のサマーフェスは周年の後に回されたんじゃないかなと思いますね。そんなもうすぐ3周年キャンペーン、開催フィールドは全てのフィールドとなります。自分で好きなところを選んでいくタイプになりますね。アップデートによって宝園御三家の登場フィールドは劇的に絞られましたので、なかなかフィールド選びが悩ましくなってます。さあそしてボーナスです。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。全日程において睡眠リサーチにて特定のポケモンの出現確率アップ、こちら宝園御三家とプラスるマイなんですね。そしてリサーチで手に入る夢のかけらの獲得量が 1.5 倍、さらに睡眠リサーチでのリサーチ EXP1.5 倍、そしてその日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず他の睡眠タイプのポケモンも出現ということで、昨年とボーナスちょっこり変わっております。まず夢のかけら 1.5 倍は昨年同様です。こちらリサーチで手に入る夢のかけらの獲得量が 1.5 倍なので、スキルで獲得する分は特に増えておりません。で次のボーナスでもあるリサーチ EXP1.5 倍もあるので、エナジー稼ぎを頑張った方がリターン高そうだなってことで、ルカリオとかね、ドンカラスみたいなポケモンたちはまたのタイミングで編成してあげるのがいいんじゃないかなと思います。スキルの分は特に変わりません。リサーチの夢のかけら 1.5 倍です。そしてリサーチ EXP も 1.5 倍となります。こちら昨年にはなかったボーナスですね。リサーチランクも上限解放されたばかりなので非常にありがたいなと思います。しっかりエナジーを稼いで夢のかけらとリサーチ EXP のリサーチ報酬ごっつり稼いでいきましょう。しかしながらね、並行して周年フェスの準備もしなくちゃいけないので、やっぱり今からしっかり準備しておくことが、このリサーチ報酬稼ぎにおいても寛容かなと思われます。さあそして昨年からはなくなっているボーナスもあるんですよね。それが鍋の容量 1.5 倍。昨年はポケモンパンがポケモンスリープコラボということで鍋が大きくなるボーナスがついていたんですが、今年は今日からポコアポケモンコラボで第一パンさんのポケモンパン発売されるということみたいなので、鍋の代わりにリサーチ EXP 足しときましたよ的な粋な計らいなのかなと思います。ありがとうございます。鍋が大きくない分エナジー稼ぎやレシピレベル上げにおいてはちょっと難しくなっているんですが、しっかりと週の頭でエナジーを稼いでたくさんのリサーチ報酬を狙って宝園御三家たちのゲットや飴集めも心ゆくまでやって3周年に向かっていきましょう。ってことでピックアップです。下記のポケモンたちといつもより多く出会えるチャンスです。中ピックアップ進化後も含めた宝園御三家全員とプラスするマイナンですね。進化後もピックアップされますし、出現フィールドがぎょっつり分かれたことによって飴集めには非常に有効なキャンペーンとなりそうですね。フィールド選びが大切なんですが、レベル70も来ましたしね、ここは非常にありがたいところってことで、各フィールドの詳細初見ちょっこり全フィールド解説やっていこうかなと思います。まずは若草本島、こちら全員出現します。全員狙いたいっていう方の候補にはなりそうですかね。周年フェスでもおそらく新王御三家は若草には全員登場してくれるものと思うので、フィールドボーナス上げも兼ねていくというのもありかなと思います。一方ベテランのリサーチャーにはちょっと注意が必要かなと思います。リサーチが下振れしやすい若草本島なので、ボーナスのリサーチ報酬アップを活かしきれない恐れがあるのと、宝園御三家たちの星3寝顔も存在していないはずなので、飴集め的にも一歩を取っちゃうかもしれません。そのあたりのリスクリターンはなんとなく考えてみてください。初心者にはとてもおすすめできそうですね。若草本島でした。お次、シアンの砂浜。シアンはキモリたちが登場します。ここはね、結構初心者におすすめできるんじゃないかなとは思ってますね。
先日ね、こちらの動画でアップデート後の全フィールド解説をしたんですが、シアンウトウトではキモリを狙うのがいいんじゃないかというお話もしたので、初心者はここでキモリをゲットして、キモリの飴も大量に獲得してラピスに行ってもらえたらなと思います。若草のフィールドボーナス上げとどっちがいいかはまあお好みでしょうかね。で、ベテランのリサーチャーでキモリ狙いの場合はラピスもぜひ検討してみてください。シアンには樹海院がいるとはいえ、スヤスヤの最終枠はハピナスがいなくなってしまったので、睡眠タイプ狙いをされていない方だと、シアンスヤスヤちょっと危険な香りがしてますかね。そんなシアンの砂浜でした。お次、トープ洞窟。トープは水五郎たちが出現します。行きたい。私が行きたい。もともと水五郎はシアン EX で探せばいいかなって思ってたんですけど、シアン EX で出現するかどうかも現状わからないですし、トープ EX が来年とかに来るのであれば、本縁御三家で一番先にまた新しい活躍のタイミングが来るかもしれないので、注目度的にはナンバーワンですかね。ただしこちらもスヤスヤにはお気をつけください。トープ洞窟でした。お次、卯の花雪原、ピックアップなし、解散。普通にリサーチを楽しんだりとか、フィールドボーナス上げに行ってみてください。お次、ラピスラズリ湖畔、キモリたちとアチャモたちが出現します。ここも良さそうですよね。ミニ竜とか他のポケモンを狙うのはかなり難しいんじゃないかなと思うので、そこはお気をつけください。もしね、今年の9月とかにクレセリアイベントの復刻とかが来るのであれば、ラピスにまた来たくなる瞬間もあるんじゃないかななんて思いますし、ラピスの戦力を整えておくっていう意味もあるように思います。ぜひご検討ください。お次、ゴールド、プラスルマイナン。なんならアンバーもプラスルマイナンが登場します。本縁御三家に比べると飴が圧倒的に手に入りにくい2匹なので、育成されている方はここで飴を集めておくっていうのも重要なんじゃないかなと思いますね。2匹とも強さに関しては申し分ないので、特にメインスキルの種に余裕を作れそうな方はコーヒー厳選をスキップできたりとか、一応エレズン、ストリンダーでミルク厳選をスキップしやすかったりとか、かなりの時短になることもできるかなと思うので、ぜひともご検討ください。あとはゴールドだったりアンバーももともと5億6億眠気パワーくらいまでは結構使い切ってくれやすいポテンシャルがあるので、リサーチ報酬の面でも優秀なのかなと思います。で、アンバーまで来て最後若草 EX、 こちら全員登場します。エナジーが稼げる方であればリサーチ報酬も美味しいですし、3周年フェス用のフィールドボーナス上げにも良さそうですね。問題は特定のポケモンを狙いづらいのと、飴集め的には他のフィールドの方が良さそうなことと、3周年フェスで木の実ガチャをしたい場合 EX チケットを1枚使わなくてはいけないことと、翌週すぐさま3周年フェスなのでエナジーを稼ぎつつ準備もするっていうのが大変そうなことですかね。結構いっぱい問題点もありましたね。それでも全員登場しますし、行く価値もありそうですかね。といった感じでしょうか。またね、来週どこ行く動画とかでしっかりと考察してお話ししたいなと思うんですけれども、ひとまず初見の感想はそんな感じになりますね。皆さんはいかがでしょうか。いやー、どこ行こうマジで。リサーチ報酬目当てだと得意なフィールドに行きたいと。で、ポケモン的には一応水五郎が私は最も狙いたいんですけど、トープが多分あんまり得意じゃないのでいや、これめちゃくちゃ迷いますね。アップで前だったらね、アンバー行ってそうなんですけど、もうちょっと考えようかなと思います。皆さんはどちらに行かれますでしょうか。コメントもお待ちしております。参考にしますさあ、そして最後に注意事項に関してなんですが、こちら一応1点だけ。お香の効果とボーナス効果は重複しますということで、集中のお香や幸運のお香を使うと 1.5 倍 ×2 倍で3倍やみたいなことが書かれております。それ以外には特筆すべきものはなさそうでした。といったもうすぐ3周年キャンペーンでした。あと、そうですね、ミッションについても書かれていないので、これ珍しいんですけど、ミッションなしのキャンペーンになるんじゃないかなと思います。ちょっと記憶はなくしてるんです
けど、確か昨年もミッションなしだったようなので、ポケサブレの補給は望めないのかなと思います。ここもね、新王御三家にサブレを取っておきたい気持ちもあるので、やっぱ私は雨集めかリサーチ報酬集め、メインでフィールド選んだ方がいいのかもしれませんね。水五郎源泉はやはりシアン EX に夢と希望を託したいかなと思います。まあそんな感じのもうすぐ3周年キャンペーンです。ってことで最後に今一度情報をまとめてこの動画を締めていきたいと思います。もうすぐ3周年キャンペーン、いよいよ来週から開催されます。宝縁御三家とプラスルマイナンピックアップでリサーチ EXP と夢のかけら両方とも 1.5 倍になります。昨年にあった鍋 1.5 倍はなくなってしまいました。進化後のポケモンたちもピックアップされるので、特に雨集めにも向いているキャンペーンとなっています。なるべくエナジーを稼いでリサーチ報酬も雨もたくさんゲットしつつ、翌週から始まる3周年フェスの準備もしながら過ごしてもらえたらなと思います。ってことでもうすぐに来週以降の準備始めておくといいんじゃないかなと思います。そして来たる3周年フェスではついに新王御三家が登場します。彼らの能力の予想だったり PV とかから読み取れるもの何か見つけた方はそんなコメントもお待ちしております。3周年も楽しんでまいりましょう。そんなイベント予告3周年記念フェスティバルとキャンペーンもうすぐ3周年キャンペーンの解説でした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりましてとても心強い支援になります。よろしければ何卒ポチッとワンアクションいただけますと幸いです。本当にいつもたくさんの応援ありがとうございます。それでは早速来週の準備進めてまいりましょう。いや本当に新王御三家楽しみですね。さすがにユーマの3匹は全員エスパータイプなので出てこられませんかね。なんかねポコアにもマナフィーとか来そうですし、今年はどんな伝説幻のポケモンたちが来てくれるんでしょうかね。そこも信号合わせになるんでしょうかね。もうクレセリアダークライ出てきちゃってるんですよね。なのであとはハードマウンテン喫茶鬼神殿喫茶鬼神殿先ってことはないか。レジギガス先輩ねえ。ということで3周年も楽しみです。今日も元気にいってらっしゃい。またねバイバーイ。